皆さんこんにちは、のばなです。今日は普段の様子をお届けしながらアメリカで暮らして1年経って思うことを正直に語っていこうと思います。アメリカに来る前はドイツで10年ほど暮らしていたので、アメリカとドイツの違いもご紹介できたらと思います。さて、1年間アメリカに暮らして思うこといろいろありますが、一言で言うと超格差社会やな、これにつきます。私たちがドイツからアメリカに引っ越しをするとき、最重要事項は学校選びでした。子どもたちがとにかく楽しく安心して通える学校、学習内容も大切ですが、とにかく安全な場所であることを重要視しました。そうなると、その学校の区域内に住むことが重要になります。公立学校は地域の税金で運営されているので、比較的裕福な人たちが住む地域の学校は設備も教育プログラムも質が良いんですが、反対に所得の低い層の人々が住む地域の学校は予算不足のため選択授業が少なかったりと、学区の格差が生じます。子どものためにできるだけ良い学校に行かせてあげたいと思ったとしても、その学区の住居の値段が高すぎて諦める方も多いんだろうなと思います。実際住宅ローンの金利も 7% とかですしね。そして皆さんご存知の通り、アメリカには国民皆保険制度がないということにも驚きです。私たちも民間医療保険に入っていますが、半年に一度の歯科検診以外、本気で医者にかかりたくないって思ってます。なので普段いただく食事には気をつけています。しっかり寝て、基本的に日本人の体に合う食事を心がけています。ドイツからアメリカに引っ越してきて思うことは、みんな笑顔で優しいということでしょうか。以前の動画でもお伝えしてきたと思いますが、ドイツ人はとにかくやたらめったに笑顔を作らない。サービス砂漠ドイツ、店員さんの態度が冷たすぎて、私は過去何度も心が折れました。しかしここアメリカサウスカロライナ州ではまだ心が折れていません。アメリカの南の人々は特に優しいとは聞きますが、店員さんも含めご近所さんたちも優しくてありがたい環境で生かしてもらってるなぁと思います。ただアメリカ人のスモールトーク、雑談と言ったら良いのでしょうか。これがすごくて、生粋の大阪人の私は話すのが好きなので嬉しいのですが、どこまで話すのが良いのか、そのラインが難しいなぁと感じることがあります。おしゃべり好きな明るい人が多いですが、本当は何を思ってるのかなと思うこともしばしば。というのも、ドイツ人は自分の意見をはっきり言う人が多いと私は思うのですが、アメリカ人は結構気を使う人が多いという印象です。まあ私の周りの話であって、ドイツもアメリカもいろんな人がいますけどね。ここアメリカで仲のいい友達ができるように、まずは私の英語のレベルを上げないとなぁと思います。今からまたスーパーに向かいますが、皆さんご存知の通り、アメリカの物価は本当に高く、とにかく月々の食費がすごいことになっています。アメリカに来てからは家計簿のアプリで毎日収支の管理をしています。月々の食費はだいたい1500ドルくらい。ドイツに住んでいた頃は800ユーロくらいで住んでいたのに。アメリカに来てから基本的に和食を作るようになったのも食費が高くなっている原因かもしれません。というのも、グルテンと植物性の油を使わなくなってからドイツ生活で悩まされていた腰痛が消えたので、現在グルテンフリーの生活をしています。そしてオリーブオイルもほとんど使わなくなったので、その点では節約になっていると思いますが、
なんせお魚やお米が高い。ドイツよりもアメリカの方が日本の調味料や食品が豊富に揃っているので嬉しいのですが、日本のものを買えば買うほど高くつきますよね。それでも家族全員の免疫力を高めることは母としての私の役目だと思うので、料理はそこまで好きではありませんが、頑張って継続していこうと思います。ちなみにアメリカで安いと思うものはガソリン代とこの大きいスイカ。ガソリン代はこの辺りだと1リットル66セント、97円くらいです。日本も昔はそのくらいでしたよね。同じリンゴでもスーパーによって値段が全く違います。このリンゴ、ドイツスーパーアルディだと2ドル57セントなので、必ずアルディで買うようにしています。私が今いるスーパーの横にはアルディ、真向かいにはこれまたドイツのスーパーリードルがあります。私の英語のアメリカ人の先生もアルディが大好きで、複数あるスーパーマーケットの中で一番安いと言ってました。今年また225店舗増えるらしいのですが、このインフレについていけない人々が多いんだろうなぁと実感します。私もアルディ、リードルが基本的な買い物で、そこで買えないものをこのスーパーに買いに来ます。この絹豆腐もとっても美味しいのですが、残念ながらアルディとリードルには売っていません。日本に帰ったら美味しいお豆腐たくさん食べたいです。アメリカに来て実際に1年住んでみて、とても不思議に思うことがあります。皆さんどうやって家計を切り盛りしてるの？と本当に不思議に思います。アメリカ人がお金の話が好きだと言っても、さすがに年収なんて聞けないし聞いていませんが、不思議に思いませんか？大きな都市部ならともかく、この辺りは一人一台車がないと何にもできません。例えば子供が16歳でアルバイトをするとします。バイト先まではどうやって行くのですか？いつも親が送り迎えするのか、もしくは親の車で行くのか。両親ともに仕事でいなかったら、その子供にも車1台必要ですよね。じゃあ車3台？車3台分の自動車ローンプラス年齢が若い人の保険料はさらに高くなると聞いていますので、3台分の自動車保険代だけで一体いくらになるんでしょうか。サウスカロライナ州には車検がないと聞いたので、車検代はかかりませんが、自動車税はかかるはずなので、これもプラス。自動車だけでどんだけ支払いあるねんと一人で突っ込んでます。実際に車3台止まっているお家を何軒も見ます。お金の話ばっかりすみません。なんせ倹約家の多いドイツから来たものですから、どうしてもケチケチしてしまうのです。いや、私がもともとケチなんだと思います。もったいない精神が強いのかなと思います。なので、初めて小学校のランチタイムに行った時は、もう驚愕でした。カフェテリアで買った食事が余っていても、子供たちはプラスチックのトレイごと大きなゴミ箱にどんどん捨てていく姿を見て、心が痛むというか、ご飯粒残したら目がつぶれるでっておばあちゃんから言われて育ったので、食べ物を捨てる行為そのものが本当に心が痛みます。でもきっとこの考えはもうとっても古いことなんですよね。ただ私の子供たちには食べ物を簡単に捨てる子にはなってほしくない。どうしてもの時はありがとうごめんねと言って捨てるんだよと伝えています。まだまだ伝えきれていないこともたくさんありますが、今回は夫がアメリカでめちゃくちゃハマっているスポーツを紹介して終わろうと思います。テニスと卓球とバドミントンの要素を組み合わせたアメリカ発祥のスポーツ、ピックルボールです。運動神経の悪い私でも楽しいと思えるピックルボール。
来年東京タワーにオープンしたピックルボールコートでプレイするのが夫の夢です。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。